思春期の子供を持つ親御さんの悩みです。このお悩みは40歳、中学校2年生男の子のお父さんからいただきました。お悩みとしてですね、最近子供が言うことを聞かない。今中学校2年生だが、中学校1年生の後半ぐらいまでは、おとなしくて聞き分けのいい感じだったんですけど、中学校1年生の後半から2年生になったあたりから、もうどんどん、活動範囲も広がって、友達も増えて、活発に元気にやってくれてるのはいいんですけれども、塾だとかね、クラブ活動、部活なんかが始まって、帰ってくる時間が、6時、7時、8時、それと9時とかね、そういった時間に帰ってくるようになってしまったと。で、あと、学期末テストとか、大きなテストの後なんかに、打ち上げパーティーと称して、最近の中学生は焼肉屋でパーティーをやると。で、値段も2000円ぐらいで食べ放題のコースがあるみたいで、そこへ子供たちだけで、行くと。自分たちの中学校の時にはそんなことはなかったと。で、最近では県外のテーマパークとかに子供たち同士で遊びに行ったりと。そういったことですね。もう最近の中学生はそうなのかなと思えばそうだし、別に特に人に迷惑をかけるようなことやってないから、いいとはいえ、その中でも特に気になっていることとしてね、最近は何を聞いてもいろいろとこうなのかこうなのかって本質的な内容って言いますかね、将来のことであったり、本当に大事なことであったり、いろんなもうそろそろ中学だから考えてもいいんじゃないかと思うような大切な話をしようとすると、何を聞いても知らん、わからんっていうことを繰り返す。あと友達が遊びに来てるときに、あんまり友達楽しそうにやってるけど、どんな友達来てるかなって言って見に行くと、こっちに来るなとかね、部屋に近づくなとか、そういうことを言ってくると。親として、細かくうるさいこと言い過ぎてもいけないとは思うけれども、最低限人の話を聞くときにはちゃんと聞くとか、ちゃんと挨拶をするとか、玄関で靴を揃えるとか、学校からもらってきたプリント、配布物を親に見せるべきものは見せるとか、弁当箱をですね、学校に持ってた弁当箱を自分でちゃんとカバンから出して流しに出すとか、朝起きるときね、自分で友達で約束して遊びに行くときには起きるけど、普段学校であったりね、普通の日常の生活の中では、起こされるまで起きてこないとか、いろいろと言い出せばキリがないぐらい細々としたことが気になって仕方がないと。で、こういった問題も思春期の男の子だし、あんまり細かいことをぐちゅぐちゅと親が言うべきではないのか、放っといてもいいのか、それとも、やっぱり大事なことなので細かく最低限これはっていうことは言った方がいいのか。また言うにしても、どこまで言ったらいいのかと。言い出したらきりないので。あと、これはもうやっぱり叱らなきゃいけないと思う時もあるけれども、自分なりの理屈も立つようになってきたので、ごねると。で、叱る時もね、殴るまではしないにしても、どこまで厳しくするっていうことを厳しくしたらいいのか。で、そういったことの中で、当然子育てに、これっていう正解はないことは分かっているけれども、でもこの大事な子育てと思うからこそ間違えたくもないというところで、お父さん自身がどう子供に対して対応したらいいのかっていうことに迷ってらっしゃるということですね。で、実はこのお悩みをメールとかではなくて対面でねお話しした時にこのお悩みを実はいただいたんですけれども、質問をいただいたんですけれど、この子供の問題ということに対して考えていく前に、もっと詳しくヒアリングをしていく必要があるなとお話聞きたいなと思ったんです。で、何についてかって言ったら奥様との関係ですよね。奥様とのご主人との間柄について少し質問をさらに私の方からさせていただきました。で、奥さんとの関係はどうですかということなんですけど、とても仲がいいご夫婦だそうです。
で、一緒に買い物、休みの日は一緒に買い物に行ったりとか、いろいろと共通する話題もあるし、仲良くいろんなことについてね、一緒にできるし、楽しく、家庭生活っていうのは送れてる。ただ、特に最近、こういったあまりにも目に余るような、当然ね、子供の行動が出てきた場合に、自分が良かれと思って言ったことに対して、奥さんが意見をしてきたり、あるいは奥さんの子供に対する態度っていうものが自分から見ててね、ちょっと気に食わないところがあったり、ということで、これ大事なことなので話し合いをしようと思って奥さんに子供の話をすると、深い話になればなるほど、最終的には話が噛み合わないで、お互いの意見が食い違って、で、喧嘩腰になって、もういいよ、もうじゃあね、気分悪くなるからやめようっていうことで、奥さんの方も子供についての悩みっていうのはだんだん出てきてるんだろうけども、その部分の本質的なところについて、夫婦でうまく話が噛み合わないっていうことですね。ということなので、さらに突っ込んで、もうちょっと詳しくお話を聞いて、ヒアリングをしていったんですね。で、質問として、もう、子供に対していろいろとあるということは分かったと。で、奥さんとの関係も分かったと。で、ちょっと視点を変えて、奥様に対しての不満ってなんかないですかっていう話をしたんですね。そしたら、子供に対して奥さんの接する接し方は自分から見ててちょっと甘すぎると。例えば、子供が自転車をパンクさせてね、戻ってきたことがあって、それも中学生ぐらいになるとあちこちいろいろ出かけていくので、一回じゃないと。もう何回もあって。で、最初はね、当然修理というところで連れてってあげたんだけれども、行動範囲も広がって、生意気な口も聞くようになってきたので、パンクしたんだったらね、自分で近所の自転車屋さん行って直してこいというふうにして言えばいいじゃないかって言うんだけれども、奥さんが、そんなのかわいそうだから、子供をね、自転車を車に乗せて連れてってあげてよっていうことを言う。でも赤ちゃんじゃないんだから、もう自分でね、行けと。父親としてはそういうふうにして言ってやりたいんだけども、奥さんが、それはかわいそうだっていうふうにして言うと。で、それはちょっと甘やかしすぎじゃないかと。で、他にも、奥さんが、ゲームですよね、特に携帯のゲーム、スマホのゲームとか、テレビとかが好きなので、それを見る。でそれは別に構わないけれど、そのテレビを見たり、スマホをやってる、スマホのゲームをやるということで、中学校の思春期の男の子とね、そのテレビを見てる時には奥さんと一緒に見て、一緒に笑ってる。でゲームやってる時もゲームの話で盛り上がったりする。で、奥さんもそれが嫌じゃない。けれど、ゲームとかテレビということを通じてのコミュニケーション、ある意味ではね、親子の、男の子のと女親ですから、貴重なコミュニケーションの時間にもなってるんだろうけれども、それがあんまり度が過ぎてしまうということも良くないし、子供が学校から帰ってきて、奥さんがテレビ見てれば一緒にテレビ見て、お笑いの面白い番組やってれば一緒に見る。だけれど、宿題の時間になったら、もうちゃんと宿題やれと言うんだけど、奥さんは相変わらず今でテレビを見て笑っているので、子供は部屋に行っても、やっぱりテレビの音とかが集中してね、テレビの音が気になって集中して勉強できないと。でそんなような環境になっているにもかかわらず、ちょっとね、奥さんがどこまでこれ考えてるのかなというところで、時々そういう様子を見てて、腹が立つと。で、最近ではね、中学生の男の子ですから、母親が注意しても聞かない時がある。そうするとね、あなた何とかしてと言ってくる。で、そういうこともあるので、自分で厳しくしなきゃいけない時には厳しくしなきゃいけないなと思って強く言うと、今度ね、厳しすぎると。そんなにきつく言わなくてもいいじゃないかっていうことで、奥さんが自分に対して今度食ってかかってくる。で、あまりね、父親として、うるさい父親っていうのは母親としては嫌みたいなんですね。で、ルールが多すぎるとか、小言が多すぎるとかっていうふうにして、自分が子供のためを思ってとやってることを奥さんから批判されてしまう。そういったような不満があるということなんですね。で、今のこのお父さんの悩みは、
おそらく多くの方々が共感されるとか、あ、そうそうと、うちもそうなのよっていうところが全部じゃないにしてもね、感じられることはあると思うんですね。で、こういうことに対して、子供の問題に対してですね、何か仏教の中で、お釈迦様の教えであったり、いろいろなお坊さんたちの教えの中でね、どういうふうにしてそういうことを子供の問題に対して考えていいのかなと、考えたらいいのかなって、そういう期待を持って、私に多分質問をくださったと思うんですね。お悩みを打ち明けてくださったと思うんですけれど、一つ、この機会に皆さんに、覚えていただきたいブッダの教え、お釈迦様の教えがあるんです。でそれが、自灯明と法灯明という教えです。自灯明というのは、灯明っていうのは、ろうそくの光のこと、明かりのことなんですね。で、ろうそくの光を灯しなさいという、ことなんですけれども、自灯明というのは自分の中にろうそくの明かりを灯しなさいということ。そして法灯明というのは、法というのはお釈迦様の教えた教えということなんです。このお釈迦様の教えというものの明かりですね。灯明、光ですね。お釈迦様が教えたという知恵のこと、教えのことを、知恵のことを、灯明、ろうそくの光に例えているんです。真っ暗な部屋の中に、真っ暗な部屋の中で何にも本当に光がなければ、どっちに行っていいかわからないですよね。で、真っ暗なので、どっちに行ったらいいんだ、これはどこなんだ、ここはどこなんだって言って。で、それがわからないと、あちこちでつまずいたり、ぶつかったり、暗いがために、先が見えないがために自分が迷ってしまう。なので、自分の中にちゃんと知恵を持ちなさい。これが自灯明ですね。そして、法灯明。お釈迦様の教えたこと。その仏の教えに従って、それを一つの頼りとしてね、迷った時には生きなさいという、これが自灯明と法灯明という教えなんですね。で、法灯明の中でですね、子供に関して、子育てに関してお釈迦様がおっしゃっていることっていうのは、ものすごくたくさんあるわけじゃないんですけれども、一つ紹介したいなと思っているのは、六法礼拝経と言われるお経があるんですね。で、その中に、親が子供に対してあげるべき、すべき5つの役割、ね、子供に対してする5つのことっていうのがあるんです。で、一つは、子供を悪から遠ざける。二つは、子供を善にいらしめる。三つ目は、子供に様々な生きていくための技能を習得させる。学習させる。で、四つ目に、時期が来ましたら、適当な奥さんをね、妻を迎える。で、五つ目が、適当な時期が来たら、子供に相続するべきものがあれば、それを適当な時期に相続する。で、この五つが子供に対してね、親がやってあげるべきというか、やってあげたらいいよという教えがあるんです。で、この中で特に思春期の子供たちに関わるところっていうと、その一番最初の、子供を悪から遠ざける。それから善にいらしめる。ね、いいことにいらしめる。この技能を習得させる。この3つぐらいになってくるのかなと思います。まだ結婚の時期じゃないと思いますから。で、そうするとね、やっぱり親として、子供は判断基準をやっぱ持ちませんから、それが楽しいと思えること、面白いと思えることだったらどこへでもやっぱり行ってしまいますよね。で、気がついたら悪い友達に誘われて、あまりよろしくないような方向へ進んでしまうっていうこともありますから、そこからですね、ちゃんとやっぱり子供を守ってあげる。これ親の責任だよっていうことですね。それから善にいらしめる。どのようにしていったら人から好かれるかとかね、いい行いっていうのはどういうことなのか。そういうことをやっぱり子供たちにちゃんと、教えていく必要がある。これ親の役割だよということですね。そして、3つ目。生きていくために、これは大事だと。生き抜いていくために大事だと言われるような、その技能、技術、知識というものを習得させる。ですね。このようなことが、お釈迦様のおっしゃっている子供に対しての、教育ですね。親が子供に対してしなければいけない、してあげるべきことだよということで、六法礼拝経というものの中に紹介をされているんですけれど、考えてみれば当たり前のようなことなんですが、やっぱり親の基本的な
役割というもの、子供が将来自立していくということの準備を親はしなきゃいけない。社会の中に出て自分が、これは良くないな。これは大事なことだなっていうことをちゃんと子供が判断できるようにならなきゃいけない。その上で、ただいい人っていうことだけじゃなくてね、やっぱり具体的にちゃんと生きていくためのスキルというものがなければ生き抜いていけませんから。で、そういったところを考えて教育を施したり、自分で教えたり、どっかの習い事に活かせたりね。そういったことを、多くのお父さんお母さんというのは当然のようになされていると思います。で、その上で、今はその脳科学であったりとか、教育の専門家っていう方もね、いろんな本を書いてあったり、いろんなことの情報発信をしていらっしゃるので、当然、いろんな子供たちに試してうまくいったという再現性のあるテクニック、それから考え方、そういったものもですね、本当に幅広く紹介されて、本屋さんなんかいっぱいそういう本を紹介してありますよね。なので、そういった本を参考にしながら、そういったものを照らし合わせながらですね、自分の子育てっていうものを見ていく。そういったね、一つの法則性に基づいた、過去の先人たちが培ってきたノウハウ、考え方っていうものに基づいて、自分の子育てっていうものを考えていく。法灯明ですね。そのための親の勉強、いろいろと心理の勉強したりとか、いろいろとそういった上手に子育てをしていらっしゃる人の話を聞くとかね。そういったことも、親として、大事なことだと思います。ただ、で、世の中すべての子育てがうまくいったら、こんな相談はないと思いますし、本屋さんに行って様々な有名な先生方が書いていらっしゃる本を読んで、子育てが全て解決してしまうのであれば、世の中の親子の悩みというのはないわけです。でも現実はそうじゃない。なぜ？人間は生きてるから。機械じゃないんです。ボタン1個押したら子供が自動的に東大に入って、自動的にお金が稼げるようになって、自動的に幸せな人生を歩める。そういうプログラムが組まれた機械であれば、そうなっていくのかもしれません。けど、相手は人間です。そして自分も人間です。で、この人間と人間という、人間の都合で設計をしたという機械ではない者同士、生きている生身の人間同士が、親となり子となり、同じ家の下に暮らして仲良くやっていこうという中で、どう考えても、様々な先輩方が教えてきた教えというものだけでは解決できないという問題が、子育ての悩みの本質なんです。だから、自灯明。自分の中でどういった灯明を灯すのか、明かりを灯すのか、自分がどういった考え方というものを自分の中に親が確立していくのか、ということが大事なんだよ、ということをお釈迦さんがおっしゃってるわけですね。で、これからの私の話は、そういったことでですね、自灯明というものを、じゃあ、どうやって灯していくのかと。ね、自灯明っていうものを自分でちゃんと自分自身を頼りにしなきゃいけない。親は自分の考え方といいますかね、自分の子育ての哲学というものをちゃんと確立していかなきゃいけないと。でもそれが簡単に確立できるものじゃないし、自分自身も正直言ってどういうふうに振る舞ったらいいか、親としてどうあったらいいのかっていうことがわからないからこそ、そこははっきりしないからこそ迷うし、これでいいのかっていう自信のない自分に対して絶えず問いかけをしながら苦しみながら子育てをしているということになるんですね。で、こうした問題に関しての処方箋を私が申し上げる前に、この問題解決ですね、一つの問題解決に際しての、親子の問題に関しての大前提を一つ、それから、この問題解決に際しての心得を一つ、ということで、一つの前提と一つの心得というものをまず、理解していただいて、最終的に、処方箋を提案したいなと思っています。まずその前提ですね。前提。子供の問題に関しての大前提は、
子育ての問題の9割は親にあるっていうことです。子育ての問題の9割は親にある。そして心得です。心得はマンションの外に出よ。マンションの外に出よ。まずね、子育ての問題の9割は親にある。それを聞いてね、ちょっとカチンとくるとか、なんてこと言うんですかって。子供の問題なのにいきなり親の問題。いや、あの子見てもらったらわかりますよと。本当にダラダラしててね。本当にもう、親はちゃんとしようとしてるのに子供がダメなんですっていう方があるんですけど、そうであったとしても、実は子供の問題というのは親の問題が9割。だと認めていただきたいんです。で、親と子供って別の人間ですよね。もしこれ子供の問題であれば、親はそこまで実は気にならないものなんです。でもなんで子供を見ててイライラするのか、なんで子供を見てて自分のことのようにこれは許せんと思ったり、と思ったりするのかって言ったら、実はそれは子供が起こす問題を通して自分の中に潜伏している問題に気づかされるからなんです。だから他人の子供だったらそう思わないのに、自分の子供に関してはいっぱい小言言いたくなるわけです。子供がやっている様々なね、言葉、行い、振る舞いに関してカチンとくる理由っていうのは、子供がやっていることを通して自分の中に潜伏している問題がかき立てられて、それが表に出てくるからだっていうことを、ぜひですね、ちょっとね、今はすぐ理解できないかもしれませんけれども、そういうことがあるんだっていうことを、とりあえず一度納得していただきたいんですね。で、それがですね、ちっちゃい時は可愛いで済むんですけど、だんだん育ってくると、それがですね、リアルに自分の中に持っている問題っていうものがえぐり出されてくる感覚があるので非常に苦しいんです。で、子育てって楽しいよって、子育てもっと楽しんでって、建前上はね、いろんなことあるけどね、まあそれもね、含めて子育てで楽しまなきゃねって言ってるけれども、本音の部分では絶対いろいろお父さんお母さんたち苦しいはずなんです。で、そこをね、いや、苦しいなって認めていただいた方が早く楽になります。で、お釈迦様は、とにかく全てこの世の中で起きることは苦しみであるっておっしゃったんです。それは決して否定的な意味じゃなくて、それがね、子育てって頑張ってるつもりだけど、やっぱり私苦しいわと。大変だわっていうことを、まず自分で認めてしまった方が楽だよっていう意味なんですね。で、その上で、こんな大変でこんな苦しいんだから何とかしたいっていうことを冷静にちゃんとそこに対してですね、向き合って考えていくということが人生のテーマだよっていうことをお釈迦さんは何度もおっしゃってるんです。で、今ね、私がその子供の問題の9割を親にあるって言ったら、それはもう認めたくないと思うけれども、ここをですね、まず前提として認めていただきたい。我慢して認めるっていうんではなくて、自分の問題、親の問題なので、これは認めざるを得ないし、それをそうかと。子供が今まで悪いと、あいつがって思ってたけど、これひょっとしたらその原因が自分の中にあるのかもしれないっていうことを素直に認めたときに、それだけで自分が冷静になれて、それだけで少し楽になるという感覚が出てきますから、ぜひね、そういうことに苦しんでいるのは自分の問題なんだっていうふうに、一旦捉えてみてください。で、次に、問題解決に際しての心得ですね。この子育ての問題に限らないんですが、私は誰か自分が悩みを持ったとき、私自身もそうしてます、実際に。悩みを持ったときには、それを解決したい。何とかしてこの苦しみから脱出したいと思ったときに、いつもね、自分自身にも言い聞かせてるし、皆さんにも話してるキーワードがあるんですよ。ある一つの心得ね、言葉があるんですけど、それ何かって、マンションの外に出ようっていうこと。マンションの外に出よう。どういうことか。マンション、大型マンションを想像していただきたいんですけど、大型マンションってたくさんの部屋があるじゃないですか。もう何百大きいところだと何百っていう部屋があるんです。で、私昔東京に住んでた時に、悩むと、自分の部屋から出て街をブラブラ歩いてたんです。そうすると大都会東京にですね、ものすごいたくさんの高層ビルが建っていて、ものすごいたくさんの、当然住宅、マンションもありますよね。
で、それをですね、一人でずっと暗い道歩きながらマンションの光を眺めてるとですね、あの部屋の一室一室で、あるところではね、親子が喧嘩してるかもしれないと。で、隣の部屋では恋人がね、愛を語らってるかもしれない。その隣の部屋では子供が受験勉強してる家かもしれない。で、その隣の家ではおじいちゃんとおばあちゃんがもうひっそりとね、暮らしてるかもしれない。その隣の部屋ではね、たった一人、悲しみにね、大失恋をして、もう布団にこもってずっと泣き続けてる女の子がいるかもしれない。っていうふうにして、あの大都会東京のたくさんのビルの中の一個一個の部屋の中にですね、いろんな人生があるんだ、きっとっていうことを考えたときに、自分が当時悩んでいたり苦しんでいたときに、部屋の中にいるとですね、もう悩んでないんでしょうがないんですけど、マンションの外に出たら、自分の悩みもそのうちの、そのたくさん数ある、そのマンションの中に暮らしている住民の人生の一つなんだっていうふうにして、ちょっとこう、その自分の問題を客観的に見れたっていう瞬間があったんです。で、この、一つの問題ですね、自分の問題を、あるいは誰かの何かの問題を、そこの中に入り込まずに、少し上の方から眺めてみる。上から視点を持ったり、ちょっとこう、外に出た視点から眺めてる。これを俯瞰するという言葉で表現するんですけれども、まあ、ちょっと難しい言葉なので、イメージとしては、私いつもね、マンションの外に出ろって言うんです。マンションの外に出て、自分の問題、自分が直面している問題もあたかもですね、数ある多くの問題のうちの一つなんだなって、客観的に眺める。で、そういった視点を持つことでですね、自分が現在はまり込んで泥沼化している問題も、ちょっと冷静に眺めることができる。ということで、ぜひですね、マンションの外に一回出て、自分の子育ての悩みを客観的な視点で眺めていただければと思います。で、先ほどのね、9割の問題の根本原因なんですけど、親のね、9割の問題は親にあると。で、その様々なある問題の最も根本にある原因というのは何かということを知っていただきたいんです。で、それは何かというと、ある病に侵されていることです。もうほとんどのお父さんお母さんがこの病にかかってます。これはね、病なので、お父さんお母さんの批判をしているわけじゃなくて、性格の問題を指摘しているわけでもなくて、人格が悪いって言ってるわけでもないです。ほとんどのお父さんお母さんがある病気にかかってしまうんです。子供を持った瞬間に。で、その病は何か？優しさです。優しさという病にかかってしまう。通常ね、私たちは優しい人というものに憧れます。ね、優しい人がいい。優しくしてほしい。ね。でも、私たちが使っている優しさという言葉、優しいお父さん、優しいお母さんってなんかいいですよね。でもね、実はここに間違いが含まれてるんです。私たちが考える優しさの本質っていうのは何か？エゴなんです。エゴ。わがままです。自分のわがまま。なんで優しさがわがままなんですか？よく考えてみればわかることなんですけど、私たちは、例えば誰かがね、何かこう通りを歩いてて、ポンと自分が財布を落とした。で、それを届けてくれた人があったら、うわー、すっごい優しい人だなと思います。でも、もし自分が落とした財布を届けてくれなくて、中身だけ抜いて、どっかの川にポンって捨ててあったら、なんて優しくない人なんだと思います。私たちは自分の好みや都合に合うことは優しいって感じるんです。でも、自分の好みや自分の都合に合わないことっていうのは優しくないと考えるんです。で、この自分にとって都合がいいことを優しい、自分にとって都合が悪いことは優しくないという判断基準で子育てをしてしまうと、子育てを誤ることになります。例えば、子供が自分が思ったタイミングで思った通りに言うことを聞かない、動かない。だから子供はけしからん。これ実は、自分が思った通りに子供が言うことを聞かないから子供が優しくない。この子は問題だって実は思ってるっていうことなんですね。子供は別の人間です。これ犬だったらわかりますよね。ワンちゃん飼ったことある人、猫ちゃん飼ってあることある人。猫ちゃんもワンちゃんも可愛いじゃないですか。だけど猫ちゃん、あなたの思った通り言うこと聞きますか？
聞かないんです。でもまあ猫だからしょうがないわね。で、猫好きな人なんかはね、思い通りにならないところが可愛いのよって言ったりするんです。でもこれ自分の子供となるとそうはいかない。猫は猫の都合があるし、犬は犬の都合がある。子供は子供の都合があるんだけれども、自分の都合に合わせて子供が言うことを聞いてくれないという時に、この子供は自分にとって優しくないということになります。子供の側もそうですよね。友達連れて遊びに来て部屋にいたと。お母さんがですよ、子供たちの大好きなピザとかチョコレートとかね、お菓子とかいっぱいもし買ってきて、ね、暑いでしょう、あんたたち食べなさいって言ってきたら、子供大歓迎です。お前の母ちゃん優しいなとか言って、部屋で大宴会始まります。ところがお母さんがね、そろそろあんたたち帰りなさいと。お母さんたち心配してるよって。ね、これは子供にとってちょうどゲームで盛り上がってる時にこんなこと言われたら都合が悪いわけですよ。お前んとこの母ちゃんうるせえなっていう話になります。優しくないんです。私たちはみんな優しい、自分にとって都合がいいということを優しいと考え、自分にとって都合がいいように子供を動かそうとし、自分にとって都合がいいように親が自分の言うことを聞いてくれないと、親子で優しくない子供、優しくない親と言って罵り合ってしまうということになります。お父さんのエゴというのは何か。父親にとってね、子供というのは、自分の自尊心とか権威を高めてくれるものでもあるんですね。お父さんの尊厳がなければ、判断基準を持たない弱い子供が守られることはないんです。子供を守ってあげなきゃいけない。子供にとっては寄るどころがないんです。だからお父さんというのは野生の中でライオンに例えたらね、オスライオン。敵からガオーッと守ったり、ね、子供が悪いことした時には、これは危ないなと思ったらバシッと叱ったり。それはライオン、動物だってやるわけですよね。本当に喧嘩ばっかりしてて、あんまりひどい喧嘩をするとね、親も諌めるわけですよね。親にとって、父親にとって、自尊心とか、それから権威というものは、ある一定の時期といいますね、やっぱり大事なんですよ。子育ての上で。だけど気をつけなきゃいけないことは、それをですね、俺は父親だと。俺の言うことを聞けと。自分のプライドを優先してしまう。で、そうなるとですね、親の尊厳というものが、親のエゴの押し付けになってしまう。ここは父親は気をつけなければいけないところ。母のエゴは何か。これはですね、母親にとって子供というのは分身なんですよ。自分の分身。そうですよね。親にとって、お母さんにとって、子供のことっていうのは自分のことのように感じられるからこそ、あんなにね、大変な子育てっていうのができるわけです。赤ちゃん抱っこしてて大変ですよね。おっぱいあげてる時なんか夜も寝れないわけですよ。ね。で、あんだけ子育て、男から見てると大変な作業です。でもそれができるのは、もう赤ちゃんの痛みが自分の痛み、赤ちゃんの喜びが自分の喜び。もう一心同体なんですよね。で、これがなければ、このお母さんの本能といいますかね、育てていく本能がなければ、子供は育たないんです。でも、だからこそ気をつけなければいけないことがあります。それは何かって。時として、母親は自分の子供と自分の区別がつかなくなっちゃうんですね。そして、子供が苦しんでいる時に、それは本当は子供自身が苦しんで解決しなければいけない問題も自分が苦しくなっちゃうもんだから手出ししちゃう。ね、本当は子供にこれ大変だけれども、ここの通過点を通過していただきますっていう厳しさが必要な時にも甘やかしてしまう。本当は必要のないことも子供が欲しい欲しいって言ってると、もう自分が欲しいっていうことの気持ちをかき立てられると同じ感覚なので子供に与えてしまう。お父さんがガーン厳しく怒ってるとね、やっぱ怒ってもらわなきゃいけないと思うんだけど、あんまり子供が叱られると自分があたかも言われているような気持ちになって、そこまで言わなくてもいいんじゃないってかばってしまう。だからこそ子育てができるんだけれども、時としてこのことをちゃんと冷静に見つめられるもう一人の自分っていうのを持っていないと、子供の必要な苦労も自分の辛さに感じて、子育ての判断を誤ってしまうことがある。だからね、冷静さを失ってしまう。カーッとなってしまう。これが母の持つ宿命的なエゴなんです。はい。で、今のところまでを理解したいただいた上で、処方箋、お薬を出します。仏教では、子供を優しさで育てるなと言ってるんです。じゃあ何で育てるのか。慈悲で育てろと。
慈悲で育てる。じゃあ、慈悲って何？慈悲という言葉は、バック余楽と言われて、文字通りですね、苦しみを抜いて喜びを与えていくっていう心なんですね。この慈悲というのは、お父さんの優しさとお母さんの優しさが合わさったものだというふうにして言われています。で、お母さんの優しさっていうのは先ほど言ったように、どういうものかというと共感です。子供の痛みが自分の痛みのように感じられる。子供の喜びが自分の喜びのように感じられる。この本当にね、他人事じゃないというこの優しさがあるからこそ子供を育てられる。で、これは必要なことなんです。ただ、それが、子供にとってね、この痛みは必要だと。このタイミングでこの痛みは必要。これを乗り越えていかなければいけないということもあるわけですね。ですから、そこはですね、あくまで自分の痛みのように感じられるからこそ、子供がちゃんと育ってほしければ、これは私も心痛いけど、子供にとってね、このまま甘やかしてたら良くないなということをちゃんとお母さんはそこを冷静に捉えて客観的に見なければいけない。じゃないと、ある一定レベルを超えるとそれはエゴになってしまうので、どんどん過保護にしていったら、子供というのはどうしようもなくなってしまいます。実際に、少年に入った子供たちっていうものの心理調査をした先生があって、その先生がはっきりおっしゃってることがあるんですけれども、それは何かというと、犯罪を犯した子供たちっていうのは実は親が苦労したり、お金がなかったりして、家庭が不幸だった子供じゃないと。子供を甘やかした親の子供が犯罪を犯すようになってる。という事実があるんです。貧困であったりね、そういった問題で犯罪に走る子もいますけど、実はそうじゃない。それよりも過保護であった親の方が、実は子供の将来にマイナスの影響を与えていくということをおっしゃっている先生もあるぐらいです。で、次にね、お父さんの優しさというのは何か。これ厳しさです。厳しさとは何かと言ったら一貫性です。以前も私、そんな話をね、いつもするんですけど、厳しさっていうのは一貫性なんです。ダメなことはダメ。ね、友達がどうあろうが、ここがこうあろうが、うちではダメ。なぜならばっていうことは語れないといけない。ね。なぜならばこうだと。うちではこういうことを大事に思ってるからこうなんだと。それはよその家のルールと違うかもしれませんけれども、お父さんが子供に対してね、本当に愛情を持ってこの子はこういう子に育ってほしい。その上で、こういう部分っていうのは自分の人生経験を通して本当に大切にしてほしいことだと。あんま細かいことはいいですよ。どっちでも。チョコレート食べるか飴食べるかどっちでもいい話です。だけど人生においてこれだけはお前守れと。人様に挨拶をしなさい。ね。これに対してちゃんと謝りなさいとか。ね。父親に対してそういう口の利き方は良くないと。ね。それは改めなさいと。親と子は違うんだからと。もしそういった自分の家の中で自分が哲学としてこれは子供たちが育っていった時にですね、大事な教えだと思うことであれば、それは子供に対してですね、きっちり言うべきであるんですね。で、それを曲げないということが大事なんです。子供に恨まれようがね、父ちゃんうるせえなって言われようが関係ありません、そんなことは。ね。何の、自分で稼いで自分で生活しているという子供ではないので、ね、子供がもし罪を犯した時にそれを含めてひっくるめて引き受けるのは親ですよ。子供がもし犯罪を犯した時に、いやいや子供には注意してるんですけど、子供がうるさいって言ったので、それからもう注意しなくなりました。その結果子供が他の子供を殴って殺しましたってなったらどうしますか？その責任はお父さんにあります。子供を殴ろうが、その方法は、殴るのがいいかどうかわかりませんけど、私はぶん殴られて育ちましたから、殴られるということは必ずしも否定しませんけれども、その親の本気度、親の信念、これだけお前に絶対覚えておいてほしいということが、真心を持って伝わったのであれば、子供はお父さんが厳しくするということを嫌がらないです。むしろ、そこを逃げてるという親を軽蔑して馬鹿にします。うちの父ちゃん弱いと思います。なので、一時期思春期の時にぶつかることがあったとしても、いいですか？お父さんの厳しさは一貫性です。声を荒げるとか殴るとか、そういったことだけではなくて、そういったことではなくて、ね。これは大事と思うことは、きっちり子供にどんな理屈を立てられようが貫くということです。その上で、うるさすぎるなと思ったらちょっと言う頻度を変えるとか、言い方を変えるとか、ね。そのメッセージの伝え方を変える。でも肝心な時には、おいちょっと待ってと。これはお前、ね。親としてね、
他の部分はお父さんのことをバカにしててもいいと。ね、お前もだんだん大きくなってきて、うちの父ちゃんなんかだらしねえとこもあるぞと思うの、それは当然な人間だから。だけど、ここに関してはお前な、お父さんこういう経験してきて、いろいろとこういうこともあったけども、これは絶対大事だと思うからお前には分かっててほしい。それを本心からぶつけることができるという親を子供はやっぱり尊敬します。で、そういう父親の力強さというものを母親も尊敬します。ですから、このお父さんの厳しさ、そしてお母さんの何があっても抱き留めていくという優しさ、というこの両方合わせたのを慈悲と言います。はい。で、この慈悲というのは先ほど言いましたけども、母性であり父性です。子供が育ってくる過程で絶対に欠かせない両輪なんです。どちらかが欠けてもいけない。仮にお父さんしかいないという事情によりね、お父さんしかいないという家庭もありましょう。お母さんしかいないという家庭もありましょう。でも、どちらかがいない場合は、お一人で母性と父性の両方を自分の中で役割としてやってらっしゃるはずです。それをやれば、必ずしも父親がいないということは判定にならない。必ずしも母親がいないということは判定にならない。もしくは、おじいちゃんとかおばあちゃんとか親戚とか、ね、そういった人たちが代わりを務めていく。母性と父性のこの両方を、一人しかいなければ両方やらなきゃいけない。ね。で、その両方をやってれば、片親であるということは判定にならないんです。ただ、両方が揃っていても、この母性と父性を欠いた家庭というのは、どんなに豊かに恵まれて、経済的に豊かに恵まれてても、子供は立派に育ちません。お父さんとお母さんがいればいいんじゃないんです。母性と父性、父親の一貫した厳しさと、母親のもう全てを包み込んでいくという愛情と、この二つというものが両輪となって人間というものが育っていくんですね。ですから、そこを忘れてはいけない。現代というのは非常にね、ある意味で子供を育てるには厳しい時代だとも言われています。で、ちょっとね、覚えておいていただきたいのは、子育ては一人でやるものじゃないということ。お父さんとお母さんと二人だけでやるものでもないということ。昔、もうほんと前ですよ。そうですね、江戸時代ぐらいまでかな。江戸時代ぐらいまでの平均寿命というのは、実は男性も女性も30歳いかなかったんです。27、8歳ぐらいと言われています。なぜかって子供がたくさん死んだんです。ね、避妊具がないので、今みたいにね、避妊のあれがないので、子供はね、やっぱりそれは男女のいろいろね、ちょめちょめがあれば生まれちゃうわけです。で、なもんですから、間引きとか、ね、子供を捨てるとか、いろんなことが実はあったんですね。で、子供が小さい時死んだ。それ以上に感染症みたいなものもすごくあったんですね。病気にかかってたくさんの子供が死んだんです。で、子沢山で知られる11代の、徳川11代将軍ですね。正室、殿様の中にはですね、正室、側室合わせて50人以上の子供がいるんです。55人だったかなぐらいね、いるんです。でもその7割の子供たちがわずか2歳前後で亡くなってます。そして子供たちの中でね、50人以上いた子供たちの中で40歳以上にまで成長したという子はわずか7人しかいなかったと言われています。昔は出産が命がけだったんです。で、子供が死んでも親が生きていたら、母親が生きていたら安産って言ったんですね。だからね、そんだけの貴重な命というものをみんなで育てた。みんなで大事に思った。ね、おさんまさんでもあれもそうですけど、子供を取り上げる親と、へその緒を切る親って、親二人いたりしたんです。あちこちにね、実は親がいて、交代で子供を預かってるって、そんなような仕組みがあったんですね、社会に。だから、みんな子供が大事。で、その中には、父性の強い人もいれば、母性の強い人もいて、そうやってですね、いろんな人たちに厳しいことも言われ、ね、優しいことも言われ、守られ、育ったんです。通過儀礼なんかも、だから大事にやったんですね。今はね、現代の社会というのはなかなかそうはいかないので、子供を預ける場所っていうのも限られてるんですけれども、普段から自分が人間関係、近所の人との人間関係、兄弟の人間関係、親戚の人間関係も、煩わしいと思って、めんどくさいと思って親が避けてると、いろんな人たちの中で子供を育てる、自分に足りないものを補っていただきながら、社会が子供を育てていくということができなくなっていきます。で、全部問題を自分で抱えなきゃいけなくなるんです。もし、自分以外にですね、自分が厳しくしきれなければ、
どっかのね、親戚のおじちゃんとかがやかましく言ってくれたりとか、そういうことっていうのがね、あるためには、やっぱり自分も煩わしいけれど、親自身が周りの人たちの関係っていうのもちゃんと築いておいて、みんなに可愛がっていただくっていう子供の育つ環境を作っていく。で、それがすごい大事なことになってくるんですね。親ができることの限界ってあるじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんに頼ればいい。どっかいい先生いたらいい先生に頼ればいいんです。ね。近所の人たちも巻き込んで、本当は子育てをしていくのが理想なんです。はい。ということで、結論なんですけれども、子育てに正論はありません。いろいろな細かいテクニックっていうのは世の中に溢れてますけれども、これだけをやっておけば自動的に子供たちが東大に行ってすごいお金持ちになって人格者になってということはありません。そんな便利な方法はないんです。最終的には子供の子育ての最終目標っていうのは自立ですよね。その子が立派な人間になって社会にちゃんと貢献できるような人になるっていうこと。でそれまでの間に親が機械ではない人間を育てるので、やっぱりですね、親が自灯明、自分自身の子供を育てるということに関しての考え方っていうのを、基本の部分をきっちり持っておく必要があるわけです。頑固という意味じゃないですよ。ちゃんと自分が子供にとってこれだけは大事と思うことを、お父さんとお母さんと共通してですね、話を合わせて持っておく必要があるんです。お父さんになる人、ね、お父さん、父親というのは、エゴの優しさを捨てて、どこまでも深い慈悲の厳しさと責任を持って子供を育てていただきたい。そして大きく広く開かれた世界に子供を羽ばたかせていく。そこを見守ってあげてほしいんです。お母さんって言われる人。これは母親のちっちゃなエゴの優しさというものを捨てて、どこまでも深い慈悲の愛情と責任を持っていいことも悪いことも全部ひっくるめて、私の子供、私がその責任を引き受けるのっていうぐらいのつもりでですね、子供を大きく包み込んであげてほしいんですね。はい、最後になりましたけれども、私からのお願いです。とにかく、最終的に親は、父親と母親なんです。そこは誰も変われない。助けることはできても変われない。子育てというのは苦しみの連続です。楽しみもありましょうが、苦しみの連続です。でも、何歳になっても子供たちが一番安心できるところ、一番帰りたいと思う場所は、仲のいい温かいご両親の間なんです。せっかく縁あってね、男と女が出会って夫婦になって子供を設けたのであれば、その子育ての過程の中で小さく対立をしても大きく調和をしててほしいんですね。で、その一緒にいろいろなごちゃごちゃした問題をガチャガチャしながらも大きく対立をし、ね、大きく調和をして和合していこうと、歩調を合わせていこうという歩みのがそのままですね、子供の成長であり、親の成長につながってきます。そして、できることであれば、そうやって慈悲の心を持って子供に接することができるようになった暁にはですね、それを自分の子供だけじゃない自分の家に遊びに来るその子供の友達にも自分の子供のようにしてですね、もう分け隔てなく受け入れてあげる。そして分け隔てなく厳しくしてあげる。で、これができたら本当に日本全体で子供たちというかけがえのない財産をみんなで育てていくというような環境になるんではないかなと思います。きっと立派な子供が育つと思います。自分自身の中に自灯明を灯していただければと思います。